皆さん、こんにちは。ゆきです。ゆきの日本語ビデオポッドキャストへようこそ。皆さんは台風を経験したことはありますか？私が育った沖縄では、毎年夏から秋、台風がたくさん来ます。実はこれから10月まで日本にはたくさんの台風が来ます。10月までに日本へ旅行する予定がある人は、ぜひ知っておいた方がいいです。台風について知っておいて、準備することはとても大切です。実は日本へ来る台風は、日本の電車、バス、飛行機なども止めてしまうぐらい強いんです。私は今までたくさん台風を経験しました。だから皆さんに今日は台風の前に知っておいた方がいいこと、準備した方がいいことをシェアしたいと思います。私たちが昔からやってきたリアルな台風対策、台風から身を守るために知っておいた方がいいことをシェアします。これも日本文化の一つだと思って、ぜひ覚えておいてくださいね。実は先週も沖縄に強い台風が来ました。台風6号、チャンミーという名前で呼ばれていました。風がとても強くて、バス、モノレール、飛行機、全部止まりました。学校も2日間休みになりました。スーパーが閉まったり、役所が閉まるぐらい強い台風でした。台風の風はとても強いので、すごく大きな木が倒れたり、止めてある車が風で動いてしまうこともあります。でも、そんなに強い風が吹くのに、沖縄の家はそんなに倒れません。これはどうしてか知っていますか？答えは、沖縄の家はコンクリートの家がとても多いんです。これは台風がよく来るので、木で建てた家だとすぐに壊れてしまいます。ですから台風に強いコンクリートの家がたくさんあります。これは台風で壊れにくい家を作るために、昔の人が考えて、それが広がった結果ですね。では、台風が来る前に準備した方がいいことがあります。では、4つに分けてシェアします。まずとても大事なのがベランダを片付けること。皆さん、ベランダに何か物を置いていますか？日本ではアパートに住んでいる人が多いと思いますが、ベランダで洗濯物を干したり、あとは何かグリーンとか植木鉢を置いている人もいるかもしれません。台風の時はとても危ないので、ベランダのものを全部家の中に入れるのがいいです。そしてベランダもきれいに掃除をしておきましょう。ベランダにもしスリッパを置いている人がいたら、台風が来る前にスリッパも家の中に入れましょう。とても軽いものでも台風の強い風の時は、それが人に当たって怪我をしてしまったり、とても危ないです。ですから、軽いものでも家の中へ入れておきましょう。アパートに住んでいる人は、ベランダに洗濯物を干している
と思いますが、隣のベランダとの仕切りの板がパーティションがあると思います。これはとても薄い板なので、すぐ破れてしまいます。もしベランダに洗濯物を干す竿を置いている人いたら、強い風に吹かれて、それがこの板を突き破ってしまうことがあります。家の中に入れておくのがいいです。で、ベランダの掃除ですが、風で木の、うん、例えば葉っぱとかゴミとかがベランダに溜まって水の通りをブロックして塞いでしまうことがあります。すると台風で風や雨がたくさん強い風が吹いて雨がたくさん降ってベランダの水の通り道がなくなってベランダに水が溜まってしまいます。で、台風の時は風が強くてベランダの窓が割れてしまうこともあります。そうすると溜まった水が家の中に入ってしまうことがあるので、そうならないようにベランダはきれいに掃除しておくのがいいです。で、2つ目は車のガソリンをたくさん入れておくこと。日本ではガソリンをフルにすることをガソリンを満タンにすると言います。満タンにする。台風の時はガソリンスタンドも閉まって店を閉めることがあります。ですから台風が来る前にガソリンは満タンにしておきましょう。台風の後もガソリンスタンドはとても混みます。ですから前もってガソリンは満タンにしておいた方がいいです。そして3つ目。これは食べ物と飲み物を準備しておくこと。台風が来ると危ないですから、スーパーやコンビニ、休みにするお店もあります。台風の時は船も止まりますから、食べ物が島に入ってこないこともあります。ですから、店で食べ物が買える時に買っておく準備が大切です。台風で風が強いと外に出られませんから、台風が来る前に料理をしなくてもすぐ食べられるパンとかカップラーメン、レトルトのご飯買っておくのがおすすめです。あと、台風で水が出なくなることもあります。ですから、お風呂のバスタブに水を溜めておいたり、飲み水、ペットボトルに入ったお水も買っておくといいです。そして4つ目はデバイスの充電。皆さんパソコンやタブレット、スマートフォン使っていると思います。台風で電気が止まることもあります。ですから台風が来る前に充電はフル充電しておきましょう。あと、モバイルバッテリーもたくさん充電しておくといいです。台風の時は危ないので、電気が使えるようになるまで何日かかかることもあります。ですから、台風が来る前に準備はしておいた方がいいです。はい、ここで私の台風の経験をシェアしますね。台風が来ると学校が休みになることがあるので、子供の頃は
もしかしたら明日学校休みになるかもと、とてもワクワクしていました。これは大人になってもちょっとあります。台風が来ると、台風が来たら外に出られないので、家族と映画を見たりして、家で楽しく過ごせるようにしていました。でも、電気や水が止まってしまうと大変です。台風で空は曇っているから、空は曇っていて、雨もたくさん降りますから、外はすぐ暗くなります。昼間でも夕方みたいな天気です。ですから、本を読みたくても、暗くて電気がつかないと読めないこともあります。電気が使えないとエアコンも扇風機も使えません。夏はとても暑いです。水が止まってしまうとシャワーを浴びることもできません。でも私たちは普段電気や水使えるのが当たり前だと思って暮らしています。ですから台風で電気が止まったり水が止まったりすると、あ、いつも贅沢に使っていたんだなと気づきます。電気や水大切に使いたいですね。はい、今日は台風の台風が来る前に準備した方がいいことや知っておいた方がいいこと、私の台風の経験もシェアしました。皆さんは台風台風を経験したことがありますか？皆さんの国ではどんな災害が多いですか？台風、竜巻、地震？よかったらコメントに書いてシェアしてくださいね。他にもこんなことを準備しておくといいよというアドバイスがあれば教えてください。これから日本へ旅行に来る皆さんは台風の情報もぜひチェックしてみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。